皆さんこんにちは。美味しい引き出しの英子です。今日は有塩バターで牛乳食パンを作ります。パン作りには無塩バターが常識だけど、有塩バターで作ったらどうなるのと思った方必見。塩分を調整して美味しい牛乳食パンができました。今回はコールドスタートにも挑戦しましたので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。では生地作りスタートです。材料です。強力粉、砂糖、塩、ドライイースト、ぬるま湯、牛乳、そして有塩バターです。材料や分量などの詳細は概要欄をご参照ください。まず最初にイーストの予備発酵をします。40度くらいのぬるま湯の中に分量の砂糖の中から1つまみ、だいたい 1g ぐらいです。ここにイーストを振り入れます。イーストをよく溶かしてブクブクと発酵するまで、このまま5分から10分くらい室温に置いておきます。ちなみにただいまの室温は28度です。今日はちょっと涼しくてエアコンなしで28度です。次に粉類を合わせます。強力粉、残りの砂糖、塩を入れて空気を含ませるようによく混ぜ合わせておきます。はい、5分経ちました。イーストはこんな感じにブクブクに発酵しています。これをくるくると回転させながら生地を作るボウルにジャッと入れます。そこに牛乳も加えます。牛乳の温度は季節によって変わります。今日は冷たい牛乳を使いました。ここに先ほど合わせた粉類を半分くらい加えますが、最近は少しずつ入れてその都度よく混ぜるようにしています。よく溶けましたので、そしたらまた少しずつ加えます。いっぱいちょっと。粉を入れすぎてしまうと、この泡立て器の中に生地が入り込んでしまって、なかなか取り出しにくくなるんですね。なので、このくらいの柔らかさがちょうどいいと思います。蓋をして、このまま室温に10分置いておきます。はい、10分経ちました。では有塩バターを加えます。バターは室温に出してこのくらい柔らかくしたものを使います。軽くバターをなじませます。この時こういう塊が少し残っていても大丈夫です。ここに残りの粉を全部加えます。最初はぐるぐる、その後切るようによく混ぜます。ボウルの周りをこうぐるっとヘラで一周して粉をこそげ取ってから切るように混ぜる。こんな感じで混ぜていきます。全体に水分が回ったらハムスター混ぜ1分間、容器を立てて上から手で押さえてヘラの根元を持って向こう側から手前へ、向こう側から手前へ、ハムスターのおもちゃのように回転させながら混ぜます。この辺にこすりつけるようにするとあっという間に混ざります。以前から気にはなっていたんですが、パンに有塩バターを入れても大丈夫ですかというご質問をいくつかいただいたことをきっかけに、今回はレシピを考えてみました。そして塩と有塩バターの配合をいろいろ試した結果、こちらの配合が美味しいなと思って動画にした次第です。すべてのレシピを有塩にしても大丈夫かっていうと、それぞれに調整が必要だというふうに思っています。はい、1分ぐらい混ぜると生地の状態はこんな感じ。このくらいの硬さです。ボウルの周りをきれいにします。そしてヘラについた生地もきれいに落とします。そしたら下から上へ返すように生地の表面を整えます。だいたい20回ぐらい返します。蓋をして今度は20分室温に置いておきます。寒いなと感じるときは暖かいところに置いてください。はい、20分経ちました。では1回目のパンチを行います。オイルをちょろっと垂らして生地の表面と容器になじませます。
ひっくり返してポンポンして20回ほど折りたたみます。伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。向きを変えて伸ばして切れそうになるくらいまで伸ばして折りたたむ。これを繰り返します。はい、20回ぐらい伸ばして折りたたんだら生地の表面を張らせるように整えます。蓋をしてまた20分室温に置いておきます。はい、20分経ちました。では2回目のパンチを行います。今日はパンチ3回です。先ほどと同じようにひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。今日は10回ほど折りたたみました。では表面を張らせるように整えます。蓋をしてまた20分室温に置いておきます。はい、20分経ちました。では3回目のパンチを行います。ひっくり返してポンポンして何回か折りたたみます。3回目のパンチは伸びにくいので5、6回で OK です。生地の表面を張らせるように整えたら2倍になったのが分かりやすいように平らにならします。一度生地の温度を測ります。26度。今年の夏は本当に暑くて生地の温度がすぐに高くなってしまって冷蔵庫で冷やしながら温度を調整していたんですが、やっとここ数日涼しくなりました。こね揚げ温度は26度から27度ぐらいになるように調整します。蓋をして2倍くらいの大きさになるまで一次発酵させます。このタッパーをお使いの方は生地が蓋につくくらいが目安になります。今日は熱いお湯を入れたカップと一緒にオーブンの庫内に入れて一次発酵させたいと思います。はい、一次発酵が終了しました。見えますか？蓋につくくらいまで元気に発酵しています。今日は熱いお湯を入れたカップと一緒にオーブンの庫内に入れておくこと35分でこのくらいの大きさになりました。では重さを測ります。486g でした。ガスを抜いて2分割にします。1つ 243g に重さを揃えます。はい、同じ大きさに重さを揃えました。では丸めます。この時底はしっかり閉じなくても大丈夫。表面が少し乾燥しているので霧吹きで表面を湿らせます。濡れ布巾をかぶせて20分ほどベンチタイムを取ります。ベンチタイムの間に型の準備をします。これは今日使う一斤型です。先ほど使った手袋にオイルをなじませて型と蓋の内側に塗っておきましょう。これは無塩バターを塗っても美味しいです。はい、これで準備ができました。ベンチタイムが終了しました。では成形します。
両面に薄く粉をまぶします。で、ガスを抜きながら少し広げます。綿棒で十字に印をつけて、内側から外側に向かって四角く伸ばしていきます。きれいな面を下にして、だいたい20センチ ×20 センチぐらいに伸ばします。だいたいで大丈夫です。カードの短い方が10センチなんですね。なのでこんな感じで両方2枚分あれば OK です。そうしたら三つ折りにします。中央がちょっと重なるくらいな感じで三つ折りにします。で、なじませて綿棒を中心から上へ、中心から下へ転がして伸ばします。そしてまたきれいな面を下にして厚さを均一に伸ばしていきます。長さはだいたい綿棒ぐらい。この綿棒は25センチです。では巻いていきます。まず最初芯を作ります。ここの表面を張らせるような感じで巻いていきます。ぐっと指を前に押し出すような感じ。ぐっとだいたい3回ぐらい巻いたら、あとはゆるゆるゆるっと巻いて、巻き終わりをつまんで閉じます。形を整えて、これで OK です。では巻き終わりを下にして、私はいつもねこの向きで入れています。この巻き終わりが外側に向かう、この感じで入れています。で、上から軽く押さえます。最終発酵はオーブンの発酵機能を使います。35度で20分ぐらいから様子を見ます。で、最終発酵の前にちょっと霧吹きの出が悪い。ちゃんと出た。霧吹きで表面を湿らせました。大きさの目安は生地の一番高いところが肩下2センチぐらい、親指の第一関節ぐらいになったら最終発酵は終了です。では濡れ布巾をかぶせて行ってきます。はい、20分で出してきました。生地の様子はこんな感じ。生地の一番高いところが肩から2センチぐらいになりました。で、今日はコールドスタートをします。コールドスタートっていうのは予熱をしないでこのまま焼くということです。室温に出してからこの生地の高さの調整をする必要がないということです。で、最後にもう一度霧吹きで表面を湿らせます。で、蓋をして190度で25分を目安に焼いていきます。焼き上がりました。190度で25分焼きました。はい、綺麗に焼けました。今回は初めてコールドスタートに挑戦しましたが、ご覧の通りホワイトラインも出てとても綺麗に焼き上がりました。生地はきめ細かくしっとりふわふわで、ほんのり甘くて皮も美味しかったです。これから角食を焼くときはコールドスタートにしようと思いました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございます。もしこの動画が少しでも良かったと思ってくれた方は、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。